明美の月のですね、小葉症っていうんですか、八つ房の芽を30年ぐらい前に、私が見つけてですね、それを培養して今まで少しずつ世の中に出していったのがこの新明美の月というこれなんです。こういう状態で、ご覧の通り葉は小さいけれど、従来の明美の月と同じ花のサイズですね。花の大きさが、残っておりますので、明美の月の性質っていうのは素晴らしい性質を持っておりまして、例えば目や歯のですね、目は当然細かいんですが、歯の艶、照り場なんです。特に一番いい状況は霜の降りた自分の、歯の状態っていうのは他のさつきとはちょっと比べ物にならないぐらい照りのいいものです。それとですね、もう一つは小さな鉢に植えてもそれほど磁力が下がらない、小さい鉢でも我慢して育ってくれる。これは他のさつきには見られないような状況なんですが、これが私は個人的な名前として新明美の月という名前で出しておりました。新明美の月を育てていたところ、またこれから、細かな八つ房系の芽を見つけまして、5年前に刺し芽をしてこの辺のものにしましたけれど、これ、刺し芽の状態で6年ぐらいですね。ご覧のようにですね、葉も小さい、といってこの葉の照りとか、ものはほとんど前の新明美と変わらないよう、全体として小さな、剣咲きの花、が出ました。花芸もですね、これも出ております。花芸の中に覆輪が出ております。新明美の月からさらに小さい花が小葉を含めて出たということで皆さんにお知らせしておきたいと思います。これぐらいでいいです。中粒の土、こういうのを置いとくとですね、ちょっと乾いた時にもこれだけは保水力がありますので、昔刺し目はね、あまりとっつきすぎてもいかんし離れすぎてもいかんということでやってるんですが、なぜかどれぐらいが一番いいかいうと、この刃と刃の先が多少合うぐらいがね、本来はいいとされておったんですが、というのはくるくる風が吹くと舞うからということですが、まあこれは一度刺したもの、そんなには水を上からかければ、まあこの水やりは一緒なんですがね。はい、3代目の新明美の月ですが、これは小型ですので、それと刺し目の先端に当たるところが苔がちょっと1センチぐらい引いたんですが、それはどうしてわかるかいうと、
こうしてちょっと抵抗が感じるところができるんです。綿に水が含むのと似たような感じだろうと思いますが、ちょっとここら辺にあるなっていうことはだいたいわかるんですよ。それじゃあね、昨日花柄を摘みまして、刈り込みの時期というのは非常に重要な、7月中に芽吹くとその芽がですね、今度つぼみを持つという花の刈り込みをご覧ください。小さい、盆栽を作るにおいては絶えず枝が太くなるとその部分を切っておかないと、次の枝作りができないような、ことになりますので、仕上がり途中の枝というのはかなり厳しいものがありますので、思い切って行う作業がありますのでご覧いただきたいと思います。さつきの場合は上が力が弱いんで下から出てくるできてくるんですよね。この枝とかそういうものの太さがこちらの下枝っていうのか、下枝から太くなってきますので、この辺もそういう気持ちで下枝が太くならないように、また太くならないということは枝数を増やさないようにですね、枝を絶えず下の方は切っておくと。で上の方をできるだけ太らせるつもりで残しておいてほしいんです。そうですね。まずはこれを切るんです。ここですね。見えるかな。ここを切ります。これが太いでこれを切ります。いっぺんに今年中に全部切れないんですよ。太いのまだここにもあるんですが、これも切っちゃったりこれ切ったりすると元気がなくなりますので、木の力が一旦衰えちゃうということになりますので、とりあえずはこのまま成長させるとちょっとまずいし、そのほっとくと樹形ができにくいというような、いろいろ悩みがあるんですよね。大きな傷の跡ができましたけれどしょうがないな。こういうのもね、完成に4、5年かかるかもしれないな。傷直すにはやむを得ないな。よし、こういうことで、ご覧いただくと分かりますが、根元、いい根元ができてますでしょ。午後からはこの植え替えに入るんですけれど、これが明美の次の一番いいところです。以上です。これ3代目はこういう感じなんですよ。ですからこれほっとくとうわーっとなんかな、
同じように盆栽の形になりませんので、どういう形にしようかな。思い切ってこういうところをすかせて、いい姿に持っていかなかったというふうに思っておるんです。成長が遅い、木ですけれど、ここまでやると余計遅くなるね。だけどやっぱりいい盆栽を作るにはこれはこれで、やるしかない。新明美の月ですね、が、4年ぐらい前かな、4年か5年ぐらい前の植えた刺し目をした、苗ですが、やはり新明美の月とか新明美の月ですね、これは小さく作った方が、小場所ですから、私は作品としては小さいほどきれいにできるというふうに思っております。本来さつきは小さなエリア、鉢の小さいのには苦手なんですが、新明美の月はかなり小さいのでも木が弱らずに耐えてくれる、そういう品種ですね。それでご覧のようにさつきの小さい毛根ですね、これ毛根ですね、ものすごい細いんですよ。これはできるだけ取ってほしい。水洗いをする人もあるかと思いますが、私は電動のこうどうですかね、プレッシャーのかかるあれで、この毛根を弾き飛ばして、やってる状況なんですが。まあそうだけど、ちょっと機械使う。これ痛いんだよ。盆栽が確実に生育するように、なかなかここまでやれる人っていうのはあれを持ってないとやれんもんね。なしでもやる人もおるんですけど、さつきっていうのはそういう面で細かいものを作ろうとすると大変ですね。植え付けの作業で、これは鹿沼土って言って噴火の一番土っていうのか石っていうのか、それが鹿沼土っていうんです。こっちの中間の土はですね、桐生砂を約3分の1入れております。こういうこれはまあ鹿沼土だけでも十分育ちますがね、私は鹿沼土と山苔を混ぜたのを、入れているんですかね。まあこれもほとんど通常自分の慣れた土で
さつきをやっていただいて結構ですよ。好み、昔から使ってる好みっていうのか、そういう慣れた土で、一応まあいろんな失敗も経験しながらこういう土になりました。ですが、いろんな土を使い分けたわけでもないのでね、この辺も皆さんにこれを使いなさいなんて大げさなあれは言えないんですよ。それで上に乗せる土は何もブレンドしてない鹿沼土です。みじんを抜いた土ですね。それを一番上に置くということにしておく。私はこのままじゃなしに山苔を揉んだ苔をこの上に乗せて、それで、夏もまあそれから、日照りも乾燥を防ぐ役割です。乾いてから袋に入れたやつをもっぺん濡らしてやるんだけど、まあこのままでいいや。乗せた状態を見てください。よし、こんな感じでしたね。はい、これが私の完成のこのさつきの完成の状態です。これも